こんにちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、いつもの市場にやってきております。視聴者さんに買ってきてもらうシリーズ。こちらも人気の企画となっております。いつもこの企画、魚村の方でやるんですけど、今日はこちらの柳橋中央市場、こちらでやっていきます。こっちの市場は、観光客の方とか一般の方はそこまで多くないとこなんですよ。ほとんどお店の人が仕入れに来てるような市場なんですよね。この市場に来てる視聴者さんならお金渡したらなんか面白いもの買ってきてくれるんじゃないかなと思って、初めてこちらで視聴者さん企画やっていきたいと思います。なのでちょっと金子突っ立ちます。で、話しかけてきてくれた方にちょっと今日僕の代わりにお魚買ってきてくれませんかとお願いしたいと思います。で、いつもスタジオまでサプライズなんですけど、今日は僕カメラ回して視聴者さんと掛け合いありきでどんなお魚買うのか見ていきたいと思います。これちなみにガチガチのやらせなしの企画なんで、本当にどんな人が来るか分かりません。それがまた面白いだよ。行こう。やっぱりあれだな、お店の人が多いんで気づいてくれてはいるけど、なかなか話しかけてきてくれないっていう。こんにちは。今、ありがとうございます。企画で、視聴者さんにお魚を買ってもらうっていうやつをやろうと思ってるんですけど、もしよかったらなんか一緒に魚選んでくれませんか？いいんですか？本当にいいんですか？あんま知らないですよ、魚。いや、その方がいいです。逆によろしくお願いします。なんか僕にさばいてほしいような魚があればお願いします。じゃあ一緒に行きましょう。もう何でも OK なんで。いや、もう全然そんな普通な感じで、フラットな感じで大丈夫です。お魚でも貝でもいくらでも大丈夫なんで、自分で買わないようなやつとか。今日は何を買いに来たんですか？本当に目的なく。目的なく、いいですね。来たかったんですよ、朝一。最高ですよね。もう何でもいいです。あれなんですかね。こんなのなってるやつ。これですか？いいの選びますね。あれマナガツオっていう魚です。聞いたことある。聞いたことありますか？あれでもいいですか？あれいきますか？よっしゃ、じゃあ、今日はこちらのマナガツオに決定ですね。いや、めちゃくちゃいい。本当にすごい今時期ですし。そうなんだ。ものすごく美味しいお魚なんで。いや、いいの選んでいただきありがとうございます。いいこちらこ少しちょっとあちら来てもらっていいですか？そ。はい。もしよかったら、これ僕の作った包丁なんですけど、知ってます。すごく青いピカピカの、手に入んないんですけど。ですよね。どうぞ。いいんですか？ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。いや、本当最高なリアクションありがとうございます。ちょっと手震えてますよ。いいんですか？当たり前じゃないですか。今日企画協力してくれて、使って今日お魚おろしちゃってください。使うかな、使えるかな。もったいなくて大事にします。ありがとうございます。というわけでですね、いただきました。はい、マナガツオを買っていただきました。そしたらスタジオに移動してさばいていきたいと思います。それじゃあ企画、ただいまということで帰ってまいりました。そしたら本日のお魚がこちらですね。マナガツオというお魚です。こちらカツオって名前がつくんで、カツオの仲間かなと思いがちなんですけど、全く違います。イボダイの仲間ですね。豆ダイ、シズですね。なんでじゃあカツオじゃないのにマナガツオっていう名前がついたかと言いますと、一説によるとマネガツオを意味して、カツオが生息していない瀬戸内海などの海域で初夏に取れる魚をカツオに見立てたということが由来になってるらしいです。マネガツオ、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 マナガツオみたいな感じですよね。諸説ありです。僕が魚屋さんに教わったのはもう本当に実に美味しい、真に美味しいということで、マナガツオって呼ばれたらしいですね。魚の由来っていうのはね、面白いもんでね。こちら、今が旬なんですよね。瀬戸内海の方でよく取れるお魚ですね。希少な、すごく高い魚です。このサイズだと、本当にすごいいいお値段します。だいたい今日の個体で1万円ぐらいでした。結構大きいサイズ感ですよ。パッと見ね、マンボウみたいな感じですけど、すごく美味しい。なんだろうな、白身っていうか、サワラとかそっち系に近い感じの白身ですね。ねっとりとしてすごい濃厚で美味しいお魚です。西京焼きの高級ネタとしても知られてますよね。僕のチャンネルでも何回かマナガツオ西京焼きで作ったことあると思うんですけど、美味しかったですね。本当に視聴者さん今日いいの選んでくださいましたね。包丁もすごく喜んでいただいて嬉しいです。というわけでですね、今日はこちらのマナガツオを使ってマナガツオの握り作っていきたいと思います。最近握りブームがまた到来しております。ありがたい話で酢飯はもう作っておきました。もう最高の状態です。
もう酢飯の炊き方も結構ね、僕自分の中で固まってきましたんで、また動画にしたいと思います。ほいで、なんで今日お寿司にしたいかというと、まず一つは、こちらのマナガツオのお寿司、食べたことないなと思いまして、だいたいいつも加熱して食べるんですけど、鮮度もすごくいいので、お寿司にしたらどうなんだいって一つ気になったのと、あとですね、今日、市場に行ったら、こんなものが売ってたんですよ。びっくりですよ。じゃん。わさびなんですけど、いきますよ。長っ！めちゃくちゃ長いんです。これがマズマの高級わさび。これ1本いくらしたっけな ?1 万円以上しました。もう超高級なやつですよ。わさびは大体種類が2種類あって、未生とマズマっていう種類があります。で、このマズマっていう方はすごく高級品種。で、そのマズマのこんだけ大きいの。僕初めて見ました。これはね、もう何年ものなんでしょう。1年2年じゃここまで大きくならんじゃないかな。わさびもね、ちょっと奥が深いので勉強していきたいと思いますけど、未生とマズマっていうのはざっくりした品種で、その他にもその掛け合わせたいろんな種類のわさびの品種が存在するみたいです。でも一般的に高級なわさびの品種といったらこのマズマを指しますね。なので視聴者さんに選んでいただきましたこちらの最高のマナガツオと市場で見つけた最高のマズマのわさびを使ってお寿司を作っていきたいと思いますよ。そしてちょっとお寿司だけだと少し寂しいので、今日ちょっと庭で焼き物もして、焼き物も食べていきたいなと思います。そちらまた後で紹介しますね。そしたらマナガツオ、細かい鱗たくさんついてます。これを包丁で取っていきます。この鱗はですね、そんな鱗かきでガシガシやんなくても、包丁の刃のところでカリカリやれば簡単に取れます。こうやって、すごい取れますから。で、この背中の方は少し強い鱗がついてますんで、背中の方を重点的に取ってください。はい、このように鱗が取れましたら、こちらを3枚におろしていきます。マナガツオは3枚おろしにする難易度めちゃくちゃ高いんです。僕すごく苦手な魚ですね。まず頭を落としていきます。で、特徴はめっちゃ柔らかいんですよ、この魚。ほら、もう背骨がサクッと落ちました。気まぐれブルーはこういうね、太い中骨を断ち切ったりするのにはあまり向いてない魚なんですけど、マナガツオは全然いけます。問題なくサクサクと。本当ね、この魚面白い魚なんですよね。うわ、すっごい卵入ってる。うわ、これうまそうなマコ。うわ、ほんでね、ほら、内臓がすごい綺麗。鮮度が素晴らしいですね。あそこの大将の店やっぱいいなぁ。面白いなぁ。うわ、すごい油が垂れてきました。油ありです。これは明日の朝ごはんにしましょう。お、なんか餌出てきた。すげえ、こんなん食べてるんだ。かわいい。おそらくアオリイカの赤ちゃんですね。新子中の新子です。さあ、ではおろしていきますね。ヒレがお邪魔ですので、ヒレも切っちゃいます。柔らかいので簡単に落とせます。ヒレは落として。はい、この状態になりました。で、これなんでこの魚さばくのが難しいかというと、骨が柔らかいからむずいんですよ。今骨の上通してるんですけど、ちょっと油断すると、すぐに貫通して骨の下いっちゃいます。気まぐれブルーぐらい薄い包丁だと、やりやすい。デバだとすっげえ難しいんですよ。ちょっと残っちゃったな。ちょっとビビりすぎました。で、こっちも下ろしていきますね。下に1本入れて、ここに縁側ついてますので、縁側をちゃんと残すように。縁側のこの切り口がギザギザになっちゃうとみっともないので、まずは1本きれいにガイドラインを入れて、そこから徐々に徐々に包丁を入れていく。徐々に徐々に包丁を入れていくんですけど、マダイとかと同じような感覚でさばいているとどういうことになるかというと、あえて失敗しますね。こうなります。ほら、これ割れちゃうんですよ。こうなっちゃいます。でその場合は骨を上にしてこうやって下ろすと、失敗が少ない。うわー、難しい。もうマナガツオが綺麗にさばける人、ほんと尊敬しますもんね。さばく難易度 SSR のお魚です。この魚はね、なんか血の気が少ないんですよね。血抜きとかはね、そんなに丁寧にされてる感じの魚じゃないと思うんですけど、ほんと血が少ない。はい、そしたら、肩身は配りましょう。で、肩身を、まず腹をすきます。で、腹骨も柔らかいんですよ。骨という骨が柔らかいので、腹骨だけ硬いなんてことはありません。で、慎重に慎重に。はい、OK。そしたら、半分に渡します。で、ここに若干の血合い骨入ってますんで、血合い骨もこう取っちゃいましょう。ここです。はい、そしたら、この魚は3枚におろすまでじゃなくて、皮引きも難しいんですよ。ずーっと難しいんだ、こいつは。
ほんとうまく剥けないんですよ、皮が。で、今日は皮引きパターンと炙りパターン、2パターンお寿司を作っていきます。皮引きはこの背中の方やっていきますか。いきますよ。なんて気まぐれブルーだからうまくいくと思うんですけどね。キワッキワ狙おうとするとね、ミスるんですよ。ほら、はい、ミスりました。わざとミスったわけじゃありません。これね、本当に難しいんです。ここが残るんですよね。普通の感覚で、この皮目のこのラインを残そうとして引くと。なんで、ちょこっとだけ浮かした感じで下ろさないと、成功しないです。この角度感です。僕しかわかんないと思いますけど、ちょっとだけ浮かしてます。ほらね、ちょっと残んないんですけど、少し浮かさないと綺麗には引けません。皮引きもすげえ難しい。金子さん、皮引きで一番難しい魚なんですかって聞かれた時は、僕は必ずマナガツオって答えてます。で、皮引きが完成。そしたらこちら、炙りでいきましょう。マナガツオの縁側、これも握りにしてみましょうか。縁側は皮引きましょう。こうやって幅を短くすると引きやすいですね。うわ、うまそうな縁側。マナガツオの縁側をこんなまじまじと見たことないですけど、エイヒレみたいな感じの繊維ですね。で、こちらは炙りにしたいので、形を揃えます。で、2つに分けて、で、こうやって切りつけていって、皮付きで炙っていきたいと思います。はい、このようにおろし終わりました。あとは切りつけて、お寿司で握っていくだけですね。そしたら今日、焼き物を持ってきましょうか。第3回目、気まぐれショッピングのお時間でございます。僕はこんなのあったらいいよな、これ美味しいなと思ったものをこちらの動画で通販形式で販売するという企画でございます。この企画は急に始まります。第1回目は大ズワイガニ、第2回目は本マグロときまして、第3回目は何なんだいと、ドン、こちらの発泡スチロールに入っております。開けていきましょう。オープン。じゃーん、気まぐれ海鮮バーベキューセットでございます。僕、海鮮バーベキューヘビーユーザーでございます。そんな僕が普段海鮮バーベキューのパーティーに入れる一軍メンバーをギュッと取り揃えたバーベキューセットになります。入ってる内容がですね、大アサリ。これは僕の動画ではものすごく出てきます。多分100回ぐらい出てきたんじゃないかなと思う、そんな貝ですね。正式名称は内紫という貝なんですけども、こちらの貝がめちゃくちゃうまいんだけど、意外と全国的にメジャーな貝ではないんですよ。僕らの方ではもうバーベキューといったら大アサリっていう感じなんですけど、やっぱり全国どこ行っても手に入るわけじゃありませんので、大アサリを、大きいものを後でお見せしますが4枚入れました。ほんでホタテ、やっぱりバーベキューはホタテ欲しいですよね。ホタテも2枚入っております。そして実はバーベキュー、干物を焼くとめちゃくちゃうまいんです。干物は少し乾燥してますので、網にくっつきづらく、すごく焼きやすいです。で、干物の僕の好きな脂のりのりのトロサバ、トロ味、こちらを2枚ドンドンと大きいのを入れておきました。それがこちらです。じゃん、気まぐれバーベキューセットですね。ホタテが2枚で、大アサリ、ほら身がパンパンに詰まってます。ガリガリじゃないですよ。冬場に採れたガリガリの大アサリじゃありません。もう身がパンパンの大アサリですね。1、2、3、4枚入っております。アジの干物が1枚、2枚。塩サバですね。これね、めっちゃうまいです。こちらのボリュームで、税込みで3900円。お値打ち。これ1個仕入れとけばもう間違いないですから。で、今日はこれ焼いて食べていきます。で、それと、もう1ランク上のものも作りました。それがこちら。ドーン。これもすげえっすよ。じゃん。北の海鮮極みバーベキューセットとなっております。これがですね、ラインナップがもうえげつないっす。ホタテ4枚きまして、ほんでこれね、僕大好きなんですよ。こちら青粒ですね。正式名称がヒメエゾボラかな。北の美味しい巻き貝ですよ。こちらが4つと。そしてこちら牡蠣です。牡蠣も悪い牡蠣は全然身が入ってないんですけど、これ身がねすごい入ってます。この身がいい時期の牡蠣を冷凍してますんで、身入りは OK です。ただやっぱ自然のものなので、中にはちょっと痩せてるのがあるかもしれません。同じ海域で育ってもどうしても痩せちゃう子もいるんですよ。僕が食べたやつはもう全部良かったです。で、こちらマイカですね。マイカがこのつぼ抜きしてありますので、あとは焼いて切って食べるだけですね。で、串打ちのエビ、こちらブラックタイガーですね。そしてこちら超でかいホッケですね。このサイズのホッケはもう価値がぐんと上がるんですよね。ものすごい大きい脂の乗り抜群のホッケですね。そしてこちらのセットにはタラバガニがドカッと入ってきます。こちらの北の海鮮極みバーベキューセットは税込み1万円となっております。
ちょっとカニとか、こういう変わった貝とかね、美味しい牡蠣、脂の乗ったホッケを食べて北を感じたいなという方は、こちらのセットもありなんじゃないでしょうか。ではこんな感じのラインナップ焼いていきます。こちら全部冷凍のものなので、ちょっとこうして焼くといいよーっていう商材がいくつかあります。干物はこのまま、冷凍のまま弱火で焼いてもいいし、解凍して焼いても OK です。で今日炭火で焼きますけど、家庭用のガスコンロとか、そういったものでもとっても美味しく召し上がれますので、必ずしもそのバーベキュー専用というわけではないです。そしたら牡蠣は流水で軽く流します。ちょこっとこうやってこすってあげると、なお気持ちいいですね。で、ポイントは流水で洗ってあげるといいと思います。ため水で洗ってしまいますと、殻の汚れを含んだ水が、この貝の隙間から入ってしまいますので、なので、流水で軽く洗い流す程度で OK ですね。これであとは網に乗せて焼くだけ。で、青粒もこのまま焼けば OK。凍ったままで OK です。で、次、タラバですね。タラバガニは、焼きが本当に美味しい。焼きガニで僕一番好きなのはタラバですね。で、これ油ガニとかじゃなくて、正真正銘タラバガニを使用しております。本タラバでございます。タラバガニはこのまま焼いて包丁で斜めにブツブツと切ってこう筒状にしてこう食べるっていうやり方もありますし、こうやってこの上殻を取っちゃってこことここに線が入りました。そしたら上殻だけこうやって剥がしちゃいます。この半分殻がついた半分殻がない状態、これをハーフポーションと呼びます。このハーフポーションの状態にして焼いてあげるととっても食べやすいですね。身はパンパンに詰まってます。で塩加減もバッチリなのでとっても美味しいタラバです。そしてこの大あさりとホタテなんですけど、これで少しだけ手間をかけることによって食べやすさがぐんと上がります。それ何をするかと言いますと、貝柱を外す。これまで貝柱片貝ついてる状態なんですよ。なのでこうやって剥がしてあげる。これだけ。これをするかしないかで網で焼いてる時の焼きやすさがもう段違いになります。大あさりもこうやって剥がします。一回冷凍してありますんで貝柱コンと外れます。専用の貝むき器がある方はそれでやればいいと思うんですけど、こういう計量スプーンの裏側とか、もう普通のスプーンとか、こういったもので剥がしてもらったら、もうこれで OK です。これしないと冷凍の貝は貝柱と殻がギュンとくっついちゃう場合が多いんですよ。貝柱ボロボロになっちゃうことありますんで、これやった方がいいですね。で、牡蠣やなんかもですね、一応貝なので、殻片貝こうやってパカッと開けちゃって、身パンパンですよね、これ。で、こっちの貝柱ちょっと剥がしてあげると。で、貝柱外れました。そしたら殻をこうやって戻すんですよ。この上殻をこう戻しとかないと、こう下から熱が入っても上から逃げていっちゃいますんで、いい感じに焼き上がらないんですよ。ほら、もうめちゃくちゃ物がいい。小ぶりだけど、しっかりと深さのある、プリップリの身が入ってますね。このね、白い部分、このお腹の部分が大きい牡蠣っていうのは、焼いても縮まりにくいです。夏場はバーベキュー用の生の牡蠣で本当にいい間牡蠣に出会おうと思うともう至難の技ですね。市場とか行けばあるにはあるんですけど高いですね、普通に。なんでいい時に取れた冷凍物の牡蠣をこうやってバーベキューで焼くとコスパがいい。でこれね、プリップリの牡蠣とかこんな身のツヤツヤの大ぶりの大あさりでホタテ、これ生でも食べれるでしょと、美味しそうだよって、刺身で食べちゃうって思う方いるかもしれませんけども、俺ぐらいかもしれませんけどね。こちら加熱用として販売してますので、必ず加熱してお召し上がりください。そしてこちら一度解凍したらもうできるだけ早めに食べてください。その日のうちに召し上がっていただくのがベストかなと思います。食べない場合は冷凍庫に入れておいてください。そして注文時期によってはお盆期間もありますので、交通渋滞とかで例年通り配送の遅延とかがある場合がもしかしたらございますので、必要な日の気持ち前ぐらいに注文していただけるのがベストかなと思います。というわけで気まぐれショッピング第3弾はバーベキューセットでございました。下の金子道具店のバナーから購入できますので、ぜひ今からの時期バーベキュー何を焼こっかなって迷ってる方、こちらの海鮮バーベキューセット検討していただけると嬉しいです。さあ早速じゃあ焼いていきますか。その前にタレを作りましょう。タレはね、お好みです。醤油、酒1、2ぐらい入っちゃった。でちょっと濃いなと思ったら水とかも入れてみたりして、でここに顆粒だしとか昆布刺したりだとかいろんなアレンジしても面白いと思いますよ。さあじゃあ焼いていきましょうか。そしたら焼いていきますね。で粒はこうちょっとね上にこう立てる感じ。ここに身が詰まってますんでね、こうじゃなくてこうで、大麻、ホタテでカニで、干物は後で焼きましょう。でちょっと焼けてきたらこうやって水気が出てきますので、ちょこっとだけ水気捨てます。完璧に捨てるんじゃなくてちょこっと。はい、そしたらタレをかけていきます。で貝柱外してあるとこうやってひっくり返すことできるんですよね。これができるんですよ。これがでかい。手とかでこう触んなくていいんでね。あとはこちらゆっくり焼き上げていきます。
はい、じゃあサバ、アジですね。いい香り。はい、これで焼き物の完成ですね。そしたらお寿司握っていきましょう。まずまのわさび、こちらすっていきます。でわさびはこの根元の方に行けば行くほど辛みが強くなります。もうこことかも激辛です。なんで頭の方からこうやって包丁を入れて削いであげまして、で茎のここら辺から実がありますんで、ここからカットして、で使う分だけこうやって皮を剥きまして、皮は多少ついてても全然問題ないんですけどね、皮を削いだ方が綺麗な緑が出ますね。これサメ皮とかでゆっくり円を描くようにすっていきます。ぐわーって高速でしたい気持ちは山々なんですけど、これね面白いもんで、ゆっくり愛情を込めて一定のリズムですった方がふわっとしてすごく香りの強い美味しいわさびがすれます。これねほんと騙されたと思って一回やってみてください。でわさびは使う分だけすってください。これすった途端からもう香りがどんどん抜けてってますんで、大体わさびの賞味期限がすってから30分と言われてるらしいですよ。よし、こんなもんでいいでしょう。まずは皮なしから。みかん、切れ込みを縦に入れていきます。油が強いんでこれを入れることによって醤油も入りやすくなるし、見た目も綺麗。縁側はちょっと揃えて、これは開かなくてもこれ1枚でいけますね。で皮付きですね。で軽く炙っていきます。今日は土台に乗せて備長炭ではい、備長炭で直炙りしましたら、こちらも切れ込みを入れていきます。そしたら握っていきます。で前もちょこっとご紹介しましたけど、お寿司って慣れてないと米粒が手にベタベタくっつくじゃないですか。それが絶対くっつかない方法があるんですよ。これね、エンボス加工されてるこうシャカシャカ手袋、これをつけると米がマジでくっつかない。こういうニトリル手袋だとダメですよ。めっちゃくっついちゃうんですけど、このエンボス加工のこれをつけることでまあ綺麗に握れることいきますよ。ほらもうこの段階で普通くっつくんですけどくっつかないんですよ。これねマジ画期的なんでやってみてほしい。100均とかに普通に売ってますから。でシャリ玉をこっちで作って、でわさびをちょん漬けしてシャリ玉を置きます。で真ん中に空洞で返して脇締めて押す、脇締めて押す。はい、こんな感じ。でも手袋するとちょっと見栄えがね、握ってるこの所作、雰囲気が台無しなんですけど、衛生的にもいいですし、こうくっつかないし、僕はね結構好きだったりしますね。今日の酢飯は赤シャリでやっております。これ次炙りですね。縁側、煮切り醤油をぬりぬりと。はい、これでマナガツオの煮切りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。ではこちらマナガツオのお寿司からいただきます。1個減ってるのは触れないでください。ではこちらいただきます。うわ、めちゃくちゃうまいわ。マナガツオのお寿司めちゃくちゃうまいな。時期の脂がすごく乗ったサワラのような、そんな脂の乗り、密質ですね。濃厚でとろける臭みのないクリアな透き通った綺麗な脂ですね。ほんと不思議な魚ですよね。でマナガツオって水族館とかで僕見たことないんですけど、やっぱり弱い魚なんですかね。飼育できないもんなんですかね。見た目も可愛いし味もこんなに美味しいなんて言うことなしの魚ですね。じゃあ次炙り。あ、うまっ。しっかりうまいわ。こんだけ濃厚だともう少し酢飯の酢がきつくてもいいな。今日は 100% 赤酢を使いましたけど、米酢もちょっと混ぜてお酢の量を少し多めにしてもよかったかもしれない。お寿司は難しい。次縁側。
ゴリゴリ。ちょっとこう筋が気になりますね。で、油の乗りは縁側だからといって特別油乗ってるなっていう感じではないですね。マナガツオは全身均等に油が回ってるっていう、そんなお魚ですね。では次、こちらの焼き物いきましょうか。まずどうしても牡蠣から手がいっちゃいます。この牡蠣、本当に今のこの夏の時期に焼いてこんだけ縮まらない牡蠣を入手しようと思ったら大変なんですよ。よっぽど間違いない魚屋さんじゃないとこれ置いてないですからね。いただきます。味もうまい。この程よーく磯の香りがふーんときて濃厚な牡蠣ですね。美味しい。ちょっと焼きたてじゃないんですけど、焼きたて食べたらこれ多分飛びますね。ホタテうまー。もうバターはずるい。うんまっ。ホタテバターは反則よ。次、大あさり。何気なく箸でシュッと上げてますけど、貝柱を外したからこそこうやってポンと剥がれるんですよね。貝柱がついてるとここでもたつきますから、ってね。いただきます。わー、いいね。これが大あさりよ。世の中にはいろんな二枚貝がありますけど、この大あさりのこの味は唯一無二。この風味と歯ごたえとこの甘み、大あさり内紫貝しかない美味しさですよね。ぜひ一度味わってみてほしいです。次、じゃあタラバいきましょう。ちょっとバターをまとわしてみましたよ。で、こうやって筋は入ってますのでね、筋は避けて食べてください。こんなに大ぶりな足肉です。いただきます。うまっ。うわ、たまんないね。やっぱタラバガニはね、焼きですね。最高だね。そしたら次、磯粒クリッと出していきましょう。こちらいただきます。うまっ。この貝うまいんだ。一見これちょっと癖のありそうな見た目してますけど、全然癖ない。全く苦味もございません。スープがうまい。この貝出汁がすんごいんですよ。バイ貝とかそっち系ですね。身の部分は結構歯ごたえがあって、で肝の部分は甘さがあって美味しい。で、アジの干物、これバーベキューにあるとね、これ実は意外と光る一品なんですよ。いただきます。脂乗っててうまい。この塩気もね抜群なんですよ。いろんなメーカーのものを試食して一番いいやつ入れたんですけど、一番僕の味に納得いくものを入れました。作り方によって塩の入り方全然違いますんでね、これはねお酒にもご飯にも合う、そんな塩加減となっております。この皮目見てください。油でぬるぬる。こちらが国産のアジとなっております。で、こちらがノルウェー産のサバの一夜干しですね。トロサバとも呼ばれてますね。これ見ただけで脂すごいですよね。パリッと皮まで焼けております。こちらいただきます。うますぎ。うわー、幸せ。いや、バーベキューにはやっぱトロサバよ。これはうまい。ノルウェーのサバはマサバとはちょっと種類が違うんですよね。日本では取れない種類なんですよ。で、そのサバをもう脂の乗った時期にしかノルウェーは取らないんですって。そういう風に資源保護もしっかり行っていると。素晴らしい取り組みですね。うますぎるわ。はい、ということで今日はこちらのマナガツオのお寿司とバーベキューセットときましたら、お飲み物こちらしかないよね。でん、ギノのやつ。これで決まりでしょ。罪な組み合わせよ。この銀色とバーベキューセットはビールに合うように組み合わせておいたんでね、最高かと思います。はい、こちら7対3いただきます。うめ幸せ。魚とビールだけでこんな幸せきちゃうんだね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は柳橋中央市場で出会った視聴者の方に好きな魚を選んでいただいて、その魚を使ってお寿司を作って食べてみましたけども、マナガツオうまいね。あの魚は西京焼きだけじゃない、生食でもとっても美味しいですね。寿司にも合うね。やっぱりあの種類のねっとり系の油の白身は酢飯の酸味とよく合いますね。炙りも作りましたけど、僕はね皮引いちゃった方が好みでしたね。縁側は正直微妙でした。皮引いた身が一番美味しかったですね。
そして今回気まぐれショッピング第3弾としましてバーベキューセット作成いたしましたけどもね、もうほんと皆さんねバーベキューやってください。でも僕ねおすすめはこの夕方から夜にやる夏のバーベキュー、めっちゃ気持ちいいっす。もう最高ですよ。お酒飲みながら炭火であれじっくり焼いてね食べながら飲むですわ。たまりませんね。でバーベキューセットっていう風に売り出してますけど、家庭用のコンロとか炉端焼き器でも美味しく召し上がることができますんでね、僕がいつもバーベキューで食べるレギュラーメンバーを揃えたバーベキューセット、そして北の美味しい魚介を揃えた豪華極みセット、興味のある方はぜひご購入検討お願いします。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。